今回は日本人に人気な海外旅行先ランキングで常に上位に選ばれているハワイのホノルルについてのお話です。特に日本人がホノルルの中でもほとんど行かないエリアやハワイが抱える闇の部分についてスポットを当て紹介します。南国の楽園のホノルルのイメージをしがちですが、実は治安面でも非常に悪い場所が混在しています。ワイキキビーチやアラモアナセンターなどの定番スポットではなく、ほぼ日本人が知らない本当のホノルルの真実をご覧ください。皆様ご視聴ありがとうございます。本日は2025年の6月21日、突然ですが今私はアメリカ・ハワイのホノルルにおります。今言いました通り、私はハワイのホノルルにおります。正直ね、私はハワイ自分では似合ってないと思うんですが、ちょっとねいろいろあってきてるんですよ。それで今回の動画なんですが、ホノルル滞在ハワイの動画になるんですけど、多くの方がね、皆さんの定番スポットとかグルメとかね、日本人の人たちを対象にしたど定番なところを結構紹介してる動画とかインフルエンサーさん多いと思うんですが、私のチャンネルね結構ひねくれてるんで、あえてですね日本人の人がほぼ行かない、ハワイの闇エリアみたいな感じで、海外旅行はハワイしか行かないんだっていうぐらいハワイを熱烈に愛してる信者の方も結構ご年配の方に多かったり、年に1回必ずハワイに行く、それが楽しみだっていう人もおられると思うんですよ。ただその中でね、大体日本人の行動パターンは一緒です。ほぼガイドブック通り、何回も来てる人だったらね、そこ気に入ってしまったらそこばっかり行くっていうのも私もあるんですけど、ど定番なところを今回一切外してですね、基本的にはね。で、あとハワイといったらもう南国の楽園だというふうに思い込んでる日本人の平和ボケしてる人結構いるんですけど、結構最近ねハワイ治安良くないんですよ。で、危ない場所っていうのがいくつかあって、で、そういったところね自主的に判断して日本人の方は行かないと思いますが、今回あえてねそういうとこだけ巡ってみようかなと思っております。なんでタイトルには日本人が知らないハワイの闇みたいなタイトルになってるかもしれませんけど、人が寄せつかないような行かないような場所をちょっと行くので、この動画でねハワイの華やかな、この今ちょうど高級ホテルの目の前のビーチにいるんですけど、うわーすごいハワイ最高みたいな感じじゃないんで、そこだけご了承ください。ひねくれてるんでよろしくお願いします。うちのチャンネルねこういう変則的なことばっかやってるので、それが良かったりしてるんですけど、あまりそういった華やかなハワイは期待しないでください。それでは今から早速ちょっと出かけていきたいと思います。どこの国に行ってもそうだとは思うんですが、ハワイもね表向きのすごく治安がいい場所と、意外とねやばいところと、あとみんなが何気に通ってる場所でもここは結構やばいよみたいなエリアとか、そういったところが結構あります。なんで今から私が行こうと思ってるのは、これ有名なんですけども、チャイナタウン、ハワイのホノルルのね、そこも今結構ね治安良くないので、これ今に始まったことではないんですが、そこちょっとどんな風になってるのか、コロナ後ねより一層悪くなってるということなんで、ハワイに来てわざわざチャイナタウン行く人少ないと思いますけど、ちょっと行ってみたいと思います。それでは今からバスに乗って、2番のバスかなでチャイナタウンの方に行ってみます。でその辺ちょっと歩いてみましょう。こういう街中のちょっとした公園とかでも結構ホームレスの人とかあんな感じでいたりするんですけど、前よりは減ったらしいです。こう移動してるみたいですね、いろんなところに。まだ全然この辺は皆さんがよく来るところだと思うので大丈夫なんですが、私の主張さんでハワイで在住でこっちで仕事してる人とかの話だと、やっぱり表向きのホノルルのイメージと、ハワイ全体のね治安とか悪い闇の部分っていうのはかなりあるみたいで、やっぱりちょっと直近で比較しちゃうとデトロイトの話は分かんなるんですけど、デトロイトよりかは全然多分いいとは思うんですけど、それでもやっぱりねあるみたいですね。特にコロナ後そういうのをちょっと見たいと思って今回来たんですよね。南国でもう平和で無防備に来る日本人の人たちもちょっとはね意識した方がいいと思うんで、ちょっとこういうのをちょっと皆さんにシェアしたいと思ってます。ザバスの2番のやつかなでひたすら行けばそのチャイナタウンら辺で降りようと思います。はい、もうこの辺ぐらいからチャイナタウンエリアに近づいてきてますね。これ丸亀のダウンタウン店があります。ダイソーも意外と日本のお店もありますね。
丸亀ワイキキ店しか行ったことないんですよね。ということでチャイナタウン着きました。もう降りてすぐに結構ホームレスの人とかいますね。ただこの辺はまだ全然観光できるかなと思います。自分は来たことなかったんで、おそらく視聴者の方でも結構ね、このチャイナタウン来たことある人いると思います。ハワイに来て。でもやっぱり警察官の数が多いですよねだいたい交差点のところにいますね。やっぱりちょっと多いかな、そういう人が。もう反対側の歩いてるとこもいますね。お店は普通にやってんだね。でこのチャイナタウン抜けたあたり、このメイン通りよりもさらに奥とかが結構やばいらしいですね。ほぼ交差点に必ずパトカー止まってるわ。すごいさ、もうここの交差点なんかパトカー1、2、3、4、後ろも5台もう厳重にいますね。多くのホームレスの方は生活圏がおおむね半径 1.6 キロ以内にとどまっており、島内で地域を越えて大きく移動するケースはあまり見られません。そのため特定の地域にホームレスが特に増加している背景には、地域ごとの経済状況の違いや行政や民間による支援体制の差など別の要因がある可能性が指摘されています。2022年に地元の炊き出し団体が無料食事提供拠点を別の地域へ移転したことなどがきっかけとなり、路上生活者が減少していったそうです。一方で23年以降は州全体の住宅危機や物価高騰の影響も重なり、新たにホームレス化する人々が増えてきています。家族単位のホームレスも増加傾向にあり、全米では約 15.5% の増加、ハワイ州でも 4.7% の増加とされており、若年層や高齢者のホームレス化が懸念されています。さっきチャイナタウンに行く時に見つけたダウンタウン店丸亀の、ちょっとうどん食べたいと思います。お腹すいた。こういう広場とかに来るとちょっと雰囲気ありますね。ほぼチャイナタウンの入り口ぐらいなんですけど、日系のねダイソーとかうどん屋さん頑張ってるんだね。やっぱワイキキエリアに比べると全然人いないからサクッと並ばずに入れそうでいいですね。ここですね、丸亀。店内かなりおしゃれな感じですね。自分は今肉玉のレギュラー冷たいのを頼みました。13ドルです。ということで今日のお昼丸亀すいません、もう我慢できなかった。肉玉の冷たい、レギュラーサイズのうどんと天ぷら2つ、ズッキーニとイカの天ぷらで、大谷翔平の、多いお茶、これ全部でちょうど20ドルです。はい、なので結構高い、3000円ぐらいですかね。さすがダウンタウン店ですね。日本人のお客さん全然いないわ。しかも並んでない、すぐに入れました。久しぶりにお茶飲むな。いただきます。いただきます。うまっ。久しぶりにうまいな。珍しいですよね、ズッキーニの天ぷら。美味しい。全然お店の中は治安とか気にせずに、もう超平和な感じで食べれてますよ。この辺はまだ大丈夫なんかな、ちょっと分かんないんだよね、詳しくはチャイナタウンは基本的に行かないと、日本人の人は行かないし、住んでる人たちも行かないって言ってたんで、もう夜なんか特に、確かに格段とそういう雰囲気の悪さとホームレスが増えたなって感じはしましたけど、でも全然普通にまだ自分は歩けるかなと思います。いや、久しぶりに食べると美味しいですね。1週間、いや9日ぶりぐらいの和食の味でした。もうちょっとこのチャイナタウン周辺を練り歩きましょうか。この辺はやっぱりね、台湾のチャイナタウンなのかな。まだ昼間だからね、そこまでかもしれない。でもすれ違う人は結構いますから、こういったやっぱ公園あたりは目立ちますよね。
まあ日本人の人がイメージする横浜とか長崎とか神戸の中華街とはやっぱり全然違うチャイナタウンですよね。割とねボロボロな空き家とかも多いんだね。何にもテナントが入ってないお店とかそういうのも多いことを知りました。すごい叫んでる人とかがやっぱいますね。ちょっとそういうのを見ちゃうと怖いかもしれない。すごい川沿いにたくさん人が集まってますね。これ何をしてる人たちなんだろう。なんか物を売ったりしてますね。この人たちは多分ホームレスじゃないです。一部混ざってると思いますが結構集団でいますね。あっちの川の反対の方もそうですね。川沿い多いですね。あんまり夜とか歩かない方がいいと思います。チャイナタウンカルチャープラザ。ここはあれか、そう台湾系のチャイナタウンの文化が集まってるお店とかそういうところですかね。初めて来ました。こんな感じになってんだ。台湾の国旗とアメリカの国旗ですね。やっぱりアメリカはね台湾をやっぱり守っていかないとっていうのもあると思うし、日本もそうですけどね。ガチの中国ではないチャイナタウンなんだこの辺は。だから分けてるんでしょうね。違うかもしれません。僕の勝手な意見です。これはこんな感じです。チャイナタウンはこんな感じでしたね。今日は土曜日でマーケットがやってるっていうのと、それでも人は少ないで、やっぱ全然ワイキキエリアと雰囲気がもう本当に違う。それは分かりました。ただ危ないほどっていうほどでもない気がする。自分からしたらね、不用意に来る必要はないかもしれないけど、普通に街を昼間見る分には多少ねちょっとホームレスの方とかちょっとそういう薬物の匂いもするけど、そんな感じでした。こちらの公園もそんなに溜まってる感じじゃないですね。ホームレスキャンプみたいな感じではないです。確かにちょっとねピリピリした雰囲気はあるかもしれない。ワイキキと比べるとね、あんま用事ないですよね。日本人の人ここに来ないと思うけどな。なんかゴミの匂いとかうっすら大麻の匂いとかはありますね。以前はこの公園にいっぱいホームレスキャンプみたいになってたっぽいんですけども、一部いますが結構ねその観光でこう盛り上げていかないといけないっていうので、ハワイの警察とか行政が結構ね対策したり追い払ったみたいなことを聞きましたけど、現地の方に。だからどこかにはいるんですけどここにはもうあんまいないんだね。こんな感じでお店がねもう結構やってるところもあるんですけど、このバリケードみたいになってるんだ。襲われるからかな。こういった普通に人通りが多いところとかマーケットみたいなところは全く問題ないと思います。でも用事はないよね。何を買うんだって感じもするんで、ハワイ旅行に来ててチャイナタウンでこう食料品がいっぱい売ってますね。とりあえずバスで一旦ホテルに戻って今度はね夜の、ワイキキ周辺ちょっとそれを見に行こうかなと思ってます。人通りが少なくなる11時頃から街の様子が変わるみたいなんで、特に裏通りの方ですね。実際自分も見たことあるんですけども、いくら皆さんが行くねイメージしてるハワイでも夜はやっぱり危ないというエリアもいくつかあるみたいで、そのワイキキエリアでもねその辺ちょっと見ようと思います。それではバスで戻ります。それで今回宿泊するホテルなんですけど、シェラトンプリンスカウラに初めて泊まります。日本人御用達のホテルって感じなんですが、結構ね立派なホテルです。でホテルの目の前には、メイン通りがあってローソンも目の前にありますね。はい。でも今チェックインも済ましたんですけど、ちょっと部屋を見ましょうか。
いかにもハワイっぽくて日本人が好きそうな感じですね。まあ俺もそうですけど。こちらがプールですね。結構広いです。チェックインもかなりカウンター広いですね。あと日本語専用デスクもあります。それで今回なんですけど、マリオットポイントで予約しております。もう高すぎて現金で払ったら破産しちゃうんで、なんとかポイント貯めといてよかったなって感じですね。でチェックインの時に言われたんですけど、部屋はねアップグレードしてくれたみたいです。ただ内容はちょっとよく分かんなかったです。であと、朝食ついてるんですけど、朝食が1000ポイントかで、朝食は結構簡単なコンチネンタルブレイクファーストだったんで、もうやめました。はい、適当に外で食べるか、まあ、朝食べない方がいいなと思って、でポイントをもらうことにしました。で今からちょっと部屋行きます。もうざっくり紹介ですいません。それで部屋が962、角部屋ですね。すごいわ、角部屋だ。じゃあ入りましょう。それでは軽く部屋の紹介だけしときます。今言った通りね、今回ポイントで取っております。2泊でいくらだったかな、6万ポイントぐらいだったか7万ポイントぐらいですけど、現金で予約した場合はこの部屋ですね、2泊で10万ぐらいします。なんでまあね、サービスはそこまで良くないと思うんですけど、他のアジアに比べたらね、まあでもポイント活用させていただきました。あとお水とウェルカムギフト、ベッドはキングサイズですね。一応リニューアルされた新館なんで部屋はめっちゃ綺麗です。 USB とかもありますし、スイートにはねアップグレードされなかったです。ただプールビューのコーナールームで海が綺麗に見える部屋、一応1個通りの中にあるんであれなんですけど、まあでも十分見えるっちゃ見えますかね。目の前ではないけど、はい、こんな感じでいかにもハワイっぽいホテルですね。まあ昨日はカプセルホテルだったんで、最後はちょっといいホテルに、ポイントなんであれなんですけどということで取りました。メイン通りの目の前ですかね。はい、まあそこまでこのハワイのワイキキエリアにあるホテルでも超格上って感じではないですよ。あっちのラグジュアリーコレクションとか、その隣のもう一個シェラトンあるんですけど、あっちの方が高いです。はい、まあ一個通りの中にあるんでって感じですかね。まあでもビーチには全然歩いていけますし、ここに泊まってる日本人の人も結構多いですね。下には日本語専用デスクとか、チェックインの方も日本語だったんで楽でした。で ABC ストアもあるし、はい、そんな感じです。まあハワイあるあるですけど、全てにおいて日本語で書いてあるので注意事項とかね。あと部屋でもちろんタバコは吸えません。禁煙ですね。でアメニティはなくて、バスタブはあります。トイレはウォシュレットじゃないですね。こんな感じ。ホテルの目の前がちょうどローソンなんで、ドールのパインアイス買えるんですよね。だからそこで食べようと思います。すいません、定番日本人行動はもうしないとか、そう今回紹介しないって言ったんですけど、すいません、しちゃいますね。食べます。これですね、ドールパインソフトクリーム買いました。これ7ドルもするんだ1000円超えですよ。すいません、ちょっと休憩します。すごい量だな。うまい。それで日もだいぶ沈んできてですね、今夕方、時間でいうともう19時回ったぐらいなんですけど、11時以降はねちょっともっと暗くなって危ないということなんですけど、こちらオールドスタジアムパークっていう、ワイキキのメイン通りからちょっと離れるんですけど、ここがね、これ全部ホームレスの人たちのキャンプなんですよ。でも皆さんが想像してるよりもかなり立派なテントですよね。後ろは建築中のなんかアパートみたいなマンションがあって、でもこれ警察の人もいるんですよ。明かりもついてて、一応ねホームレスの人たちもちゃんとこう命を守ろうっていうのがあるみたいで、だから街のなんか集団でいる人たちが減って、こういうとこで結構いい暮らししてるんですよ。トイレとかもあるし、で常にパトカーも止まってて、でこういう公園とかにいるみたいなんですよね。これ現地の人に今教えてもらったんですけど、公園で生活してるからなんか生活感がありますよね。服とか干してるし、で奥に溜まってますね。一応木の下とかで多分夜になるまでは過ごしてるのかな。なんでやっぱり炭焼けがすごいできてるんだ。
前みたいに街でもいっぱい徘徊してるっていうのは減ってるんだと思います。公園も綺麗ですからね。普通に歩いてる人とかもいますし、これがオールドスタジアムパーク公園の、結構街の中心部の方にあるんですけど、今こういう感じなんですね。ハワイ州のホームレス人口について調べてみました。ホームレス人口は増加傾向にあり、特に主要都市であるホノルル市の状況が深刻化していました。2024年に実施された一斉調査によると、オアフ島で確認されたホームレス人口は4494人で、前年比 12% の増加となっていました。そのうち約 62% にあたる2766人がシェルターではなく路上で生活していることが明らかになりました。ハワイ州は全米の中でも野宿生活者の割合が極めて高く、2023年1月時点でホームレスの 76% 以上が路上生活を強いられており、全米最悪の水準とされています。特にホノルル中心部や西海岸エリアにホームレスが集中している傾向にあります。それではですね、夜の、街をちょっと見に行こうかなと思っておりまして、でこの後ね、チャイナタウンにもう一回ちょっと様子だけちらっと見に行こうかなと思います。この辺りはウォルマートが目の前なんですけども、ウォルマートの周辺も結構ね、良くないという話を聞きました。地元の住んでる方に、視聴者さんなんですけども、はい、今ここベイプとかちょっとこういうお店がいっぱいあるところなんですけど、今のところ人通りは普通ですね。ウォルマートはね、今ちょっと買い物しに行ったんですけど、周りいらっしゃいましたね。ちょっと動画撮れなかったんですけども、はい、でも裏は住宅街なんで、この辺は特別どうなのかな。でもただウォルマートの辺はホームレスの人とかちょっと薬物の人がいましたね。ちょうどこの辺までがダウンタウンらしくて、この先からチャイナタウンエリア、多分映像を見てもハワイに住んでる人じゃないと分かんないと思いますけど、今そっち方面の今日昼間バスで歩いた方に今向かってます。もうね、雰囲気がちょっと違うのと、ホームレスの人がちょっと増えましたね。お店ももう大体今日土曜日なんですけどね、閉まってますね。ちょっと今車で通ってるんですけど、昼間この辺歩きましたね。全然歩いてる人が昼間より少ないと思う。もう観光客みたいな人はもういないですね。こうやってパトカーが絶対います。結構いますね、やっぱり。裸足の人が多いですね。昼間より明らかに多いな。ちょっと夜は歩くの危ないということで、車で撮った方がいいって言われて、今言うこと聞いて手伝ってもらってるんですけど、この先にそのホームレスの人たちが集結してる炊き出しとかやってる場所があるみたいです。すごい、この辺いっぱいいますね。ハワイ州では1990年代から続くメタンフィタミンの乱用が現在も深刻な社会問題となっています。2023年には薬物の過剰摂取、オーバードーズによる通報が最も多かったのがホノルル市のチャイナタウン周辺で、年間109件にも上る救急出動が記録され、島内最多となりました。またアメリカは銃社会であり、ハワイも同様です。銃による殺人事件や強盗が発生しており、薬物依存者や精神障害者などの正常な判断ができない人が銃を持ち歩いている場合があり、警戒が必要です。また、ハワイの温暖な気候は1年を通じて屋外の生活が可能であるため、路上生活が長期化しやすく、薬物依存やホームレス状態からの脱却が困難になる要因ともなっています。寒冷地の多いアメリカ本土とは異なり、生命の危機を感じにくい環境が支援への接続や自立への意欲を弱めているとの指摘もあります。それで今こちらが昼間に来たね、チャイナタウンの公園です。で、夜はね、本当にここ来ちゃいけないっていう風に地元の人たちも言ってるみたいで、特にこう木の下とかにもいて、ただのホームレスだったらいいんですけど、やっぱり薬物やってる人とかも結構いて、銃もね、持ってる人もいる、シューティングの事件とかあるみたいですよ、警察まで来てね。はい、なんで僕だけ今降りました撮りたいということで、はい。
まあこの公園夜来ないと思うけど、チャイナタウンもしね食事に来たりとか買い物する人たちは気をつけてください。ハワイのね、全然みんな楽園なイメージがあるんですけど、闇のところはほんとすごいですよ。雰囲気があります。この辺もあんま良くないと言われるヤングストリートっていう通りらしいんですけど、全然人は歩いてないですね。それで先ほどまでは、ちょっと知り合いの人と一緒にですね、車でダウンタウンとかチャイナタウンとか、ちょっと夜ね歩くのはいや推奨されないような場所をちょっと見てきたんですが、今ワイキキエリアに戻ってきまして、ここから今まだこの時間、21時25分で、食事を終えた人とかまだまだねあと2時間ぐらいは人がこんだけいるような、この通りから外れた1本、それた道とかビーチ沿いもちょっと昼間とはねだいぶ様子が違うと思いますので、そういったところもちょっと見ていこうかなと思います。知らずにね歩く人もいると思うんですけど、全然このエリアだったら大丈夫だと思いますが、それ1本ねほんと道それただけでもすごく大麻の匂いがしたりとか、ちょっと雰囲気変わったりするところもあると思いますんでね、はい、ハワイ行ったことがない人とかはちょっと参考にしていただければと思います。ちょっと歩きます。ワイキキビーチから1本2本さらに中に入って奥ですね、この辺ぐらいから結構人が少なくなるというか、暗くなってくるんですよ。で安いホテル取るとこ内側のところが多いと思います。全然人もね歩いてなくて、こういうところで結構物を取られたりとか、脅されたりとかすることが起きてるみたいなんで、一応親切なホテルとかであれば教えてくれると思うんですが、自分は住んでる人に教えてもらって、それを喋ってるって感じなんですけども、あんま推奨されません、夜は歩くのはね。はい、もうこの通りとかなんか全然人いませんからね。歩いて5分ぐらいでワイキキビーチなんですけど、この差がすごいですよね。で昼間だったら多分まだ全然いいんだけど、やっぱりアメリカなんで銃社会ということもあって、で直近で今日聞いたんですけど、銃のね事件も起きてると、このワイキキエリアでね。なんで意外とね皆さん知らないと思うんですよ。割と頻繁にそういう銃の事件が、撃たれたとか発砲音が聞こえたとか起きてるみたいです。自分もちょっと今怖いですね。一度はね車とか、バスに乗ってねこの道ワイキキからそれたこの運河の方ですね、夜景色が確かに綺麗でいいんですけど、本当に昔よりも全然人が歩いてないらしいです。でこの辺でやっぱ夜もちょっとホームレスの人いたりとかするみたいなんで、あと薬物の人もね徘徊してて、本当にもう近くまで来たら避けて歩いたりね、反対側歩いたりとかみんなしてるみたいですね。本当に人やっぱ全然いないわ。でこの運河よりも奥、ちょっとこのカメラであんま映ってないんですけど、山の奥の方にすごいいっぱい明かりが見えるんですけど、やっぱりあっちに住んでる人たちの方がやっぱ所得が低い人たち、ちょっと丘になってるんですけどね。でやっぱりこっち側のタワマンとか住める人たちとやっぱかなり経済的な格差があるということで、まだあっち住めてる人たちはいい人だ、いいってことですよ。ハワイもやっぱりもう観光しか基本的に産業がないんで、あと米軍とか基地関係のやつしか。ホノルル市における住宅価格は高騰が続いており、中央値は約1億円に達しています。これは一般的な労働者世帯にとって到底手の届かない水準です。賃貸住宅も同様に家賃相場が上昇しており、ワイキキ周辺ではワンベッドルームの月額家賃が約28万円に達する例も珍しくありません。こうした住宅事情の中、働いて収入はあるものの、生活に必要な支出を賄えない住宅不安定層が増加しています。ハワイでは就労者世帯の3から4割ぐらいがこの層に該当します。働く貧困層とも言われています。この層の人々は公的支援の対象外となることが多く、突然の病気や家賃の値上げなどでホームレス化するリスクがあり、特に35歳未満の若年層では過半数がこの働く貧困層に
属しているのが現状です。収入の途絶や突発的な出費があれば、早ければ 1,2 ヶ月以内にホームレス状態に転落する可能性もあり、ホームレスが減らない最大の構造的要因の一つともされています。現状ではホームレス状態ではない方々もギリギリで生活しており、首の皮一枚で保たれている層が非常に多いのです。今運河沿いからまたちょっと中に入ってきましたけど、やっぱ全然人歩いてないな。この差がすごいですね。今またワイキキ方面に歩いてます。今ワイキキのビーチの方に向かってます。一応夜のビーチも基本的には行かないでくれっていう風に言われてると思うんですけども、まあ行ってる人もビーチはいると思います。ただやっぱりそこで iPhone を撮られるとかカメラを撮られる、お金を取られる、囲まれるみたいなことも起きてるので気をつけた方がいいと言われてる時間帯ですね。おそらくいろんなインフルエンサー YouTuber の方々がね、ハワイのいいところをすごい紹介してると思うんですけど、もちろんね、私もハワイ全然いいところだと思ってますし、なんか陥れようみたいな気持ちはないんですが、あんまみんなが言わないリアルなことっていうのをちょっと今回注目して、ド定番なところは行かずにですね、動画を撮ってるので、はい、ありのままを喋って、あと現地に住んでる人の意見とかを聞いて話しております。あれですね、昔はなんか夜でもたくさんビーチね、遅い時間まで騒いでる若者とか海に入ってる人とかいたんですけど、今こんな感じなの全然いないですね。もう今の時間もうすぐ、10時ですけど、23時以降は基本的に外出しない方がいいと言われてるって聞いたんですけど、もうこんなに早くから人が引いてるんだ。もちろん多少はいますけど、なんか変わったな。なんかもっと人がいっぱいいるイメージでした。こういったね、ビーチの横にある椅子とかちょっとした広場で観光客じゃなくてもうここで寝床にしてる人とかも、今いらっしゃるんですけど、目の前にもね。いや、なんかやっぱり、雰囲気が変わるんですね、この夜が深くなると。あとはこういったバイクの、これバイクっていうか自転車か、この人たちは別に悪い人たちじゃないと思うんですけど、やっぱり夜になるとビーチ周りもおまわりさんが、警察がしっかりいますね。昼間はほとんどいなかったんですけど、やっぱ夜になるとこういう人がいますね。お店の前とか、ハーゲンダッツの前とかでも普通にいるんで、気をつけた方がいい部分もあると思います。普通に私は通りますけど、怖いよっていう人はやっぱり夜はこういう人が出てきますね。いくらワイキキのメインストリートでも。ということでホテルに戻ってきました。今日一日ね、冒頭も説明した通り、日本人の人が、ほぼ行かない、あと知らないハワイのね、闇みたいな感じで、様々なね、場所をちょっと見てきました。特にチャイナタウンとか、動画の中でも言いましたけど、基本的にはね、普通の人はあんま行かないと思います。短期旅行で来てる人とかはね。なんで、よっぽど大丈夫だとは思うんですけど、ちょっと定番スポットばっかりね、紹介したりとか、ありきたりなものよりも、リアルで、現状ね、こういう感じなんだよっていうのを、参考資料程度にですね、皆さん見ていただければと思って作りましたので、夏休みとかね、今後ハワイに行かれる日本人の方多いと思います。現状もね、日本人の方結構、街で見たりしましたけど、やっぱり、海外旅行の行き先の中で、韓国ソウルに次いでですね、ハワイはもう昔から鉄板というか、もうハワイ信者みたいな人もね、すごいおられる場所なので、実際にすごい素晴らしい場所ですから、ただ、気をこう緩めて、行くとね、ここは実際アメリカですし、全然ね、みんなが住んでる日本とは環境とか、街の、雰囲気とかルールとかも全然違うんで、平和そうなハワイでもね、実は一歩ね、離れたり
入り込むとそういったことが起きてるみたいなことをね、紹介できればと思って作りました。今回私はね、動画の企画としてやっておりますので、わざわざ皆さんね、行かなくてもいいと思いますし、地元に住んでるね、視聴者さんに協力してもらって、ちょっと情報を得たりとか、手伝ってもらってみたんですけど、あと過度にそこまでね、神経質にならなくてもいいと思います。普通に観光して、普通に、ワイキキエリアでホテル泊まって、美味しいもの食べて、ダラダラ過ごして、海入ってぐらいだったら、全く問題ないと思いますので、ただ変わったところとか、あと時間帯とか、そういう人を見かけたときは、ちょっと考えて行動をするという感じで、あとひったくりとかね、物を取られるっていうのも結構ビーチとかで起きてたりしたりとか、ね、特に夜は多いみたいなんで気をつけて夏休みとか皆さん過ごしてください。そんな感じで今回この動画を終わりたいと思います。皆さんよろしければコメントと高評価、あとチャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。最後に付け足しなんですが、後日時間があったので真珠湾にあるアリゾナメモリアルミュージアムパールハーバーインターナショナルメモリアルに行ってきました。実は初めて行きます。ワイキキからバスで1時間ぐらいの場所にあり、乗り換えなしで1本で行けます。空港からだと20分ぐらいで行けるようです。最後にですね、おまけ動画なんですが、翌日ね、1日ハワイで休息日を用意してたんですけど、せっかくね、ハワイにいるんで、今までね、1回も行ったことなかったアリゾナメモリアル記念館、博物館ですね、戦争の。そこに来てみました。ちょっと来たかったんですよね、ここに。めちゃくちゃいい天気だな。意外と人がいる。日本人としてやっぱり来たかったんですよね、パールハーバーナショナルメモリアル。ちょうどあと1ヶ月ぐらいで終戦の日なんで、いいタイミングだと思いました。ちっちゃいね、カバンで来たんですけど、それも預けないといけないみたいで知らなかった。7ドルかかります。思ったより広いですね。来たかったんですよ。戦艦ミズーリが止まってるんでしたっけ。中に入りいろいろな展示物を見たのですが、割と細かく当時の状況を忠実に説明しているようでした。この真珠湾攻撃はアメリカ合衆国が建国されて他国に自国の領土を攻撃された最初の1回目で、それがアジアの小国と言われていた日本というのがすごいですよね。いろいろ真珠湾攻撃については諸説ありますが、このミュージアムは見る価値があると思いました。来れてよかったです。見に来て正解だったと思いました。ということでこんな感じでした。来る価値はありますね。来てみてよかったと思いましたね。はい、視聴者の方でね、ハワイ結構好きな人多いんで、ここもね訪れてる人多いと思いますけど、4回目ぐらいのハワイで初めて来れてよかったです。いろんなこういう戦争博物館とか、ここ最近だと中国とかねよく行ってるんですけど、アメリカに関してはですね、かなり公平にですね、お互い称え合った感じの事実を書いて、なんていうんですかね、相手を叩くみたいな感じのこういう博物館じゃないっていうのがかっこいいですよね。そういう精神が、はい、と思いました。いろいろ勉強になりますよ。無料で一応入れますしね。有料のものもあります。ミズーリとかね、有料ですけど、はい、そんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。それでは。